こんにちは、KI です。いつもご視聴ありがとうございます。ニホンミツバチの分蜂の捕獲率を劇的に上げるアイテムがあるのをご存知ですか？それがこれ、金梁片という蘭です。養蜂ガイドの第5回目は、この金梁片の入手方法、分蜂時期に合わせて花を咲かせるテクニック、ニホンミツバチ誘引時の使い方、そして市販の誘引アイテム、マチバコルアーとの使い分けまで初心者の方にも分かりやすく解説します。動画の最後では金梁片とマチバコルアーのコスト比較の意外な結果についてお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。金梁片、学名はシンビジウムフロリバンダム。中国原産のシンビジウムの仲間で蘭の一種です。この花の何がすごいかというと、ニホンミツバチの集合フェロモンに似た成分を放出するのです。具体的には3ヒドロキシオクタン酸と10ヒドロキシ2デセン酸、この2つの混合物が効果を発揮するが、どちらか片方だけでは効果がないということです。面白いのはこの花の中には蜜腺がなくて、花粉もミツバチが持ち帰れない塊の形をしているんです。花茎の外側からは蜜のような液が出るのですが、蜂が群がる本当の理由はあくまで集合フェロモンに似た匂い、つまりミツバチは仲間が集まっていると蘭に騙されてやってきて受粉を手伝わされているわけですね。こうして探索バチが金梁片に引き寄せられ、マチバコの場所を群れ全体に伝えてくれるのです。これが金梁片が最強のルアーと呼ばれる理由です。金梁片以外にもニホンミツバチを誘引できる蘭があります。代表的なものを紹介します。まず定番の金梁片、赤花が一般的ですが、白花の品種もあります。私が使っている白花は赤花より誘引効果が強い印象です。ミスマフェット、金梁片とデボニアナムの交配種です。葉の幅が広いので見分けがつきます。誘引力が強いという意見もあります。寒さには弱いので霜に当てないように注意が必要です。フォーゴトンフルーツ、こちらも誘引蘭として名前が挙がります。花がきれいで観賞用としても良いのですが、入手も栽培もやや難しめです。アクシデンタル、金梁片とミスマフェットの交配種です。こちらもかなり誘引力があると言われています。ただし入手は難しいかもしれません。強力な誘引という言葉には惹かれますが、まずは入手しやすい金梁片を数鉢持っておくのがおすすめです。金梁片は普通のお花屋さんやホームセンターではまず見かけません。なぜなのか、ちょっと考えればわかりますね。そう、買ってもらえる時期が限定されますし、開花して売り場にミツバチがやってくると騒ぎになって困るからですね。入手にはちょっとコツがあります。最も大事なのはタイミングです。ベストは1月から2月。この時期に花芽付きの株を購入してください。花芽というのはこれです。丸みがあって先端がやや尖っているのが花芽。こちらの全体に細長いのが葉芽。花芽は春にこちらのように伸びてきます。こちらは白花金梁片なので花芽もグリーンです。赤花の花芽はこのようにもう少し赤っぽいので区別しやすいと思います。3月から4月だともう開花が始まりそうな株が多くて、開花調整が難しくなります。値段も高くなりがちです。逆にその年の分蜂にこだわらず、来年以降に向けて育てていくなら、花芽のないシーズンオフに安く入手するのも手です。購入場所ですが、オークションサイト、フリマサイト、大手ネットショップなどです。オークションサイトでは過去に誘引効果のない蘭が金梁片として売られていたことがあるようなので、出品者の評価をしっかり確認しましょう。購入時には必ず花芽付きと明記されているものを選んでください。
葉っぱだけの株を買ってもそのシーズンには咲かないことが多いです。詳しい購入先はブログ記事にまとめていますので、概要欄のリンクからブログ記事をチェックしてみてください。さて、ここからが一番大事なパートです。禁猟編は自然に任せるとニホンミツバチの分蜂時期より少し遅れて咲くことが多いんです。手順1、まずお住まいの地域の分蜂時期を予想します。目安はソメイヨシノの満開から 1,2 週間後。桜の開花予想をチェックしましょう。週末養蜂さんの分蜂マップアプリもおすすめです。手順2、目標の開花日から逆算して40日から50日前に株を室内に取り込みます。例えば4月1日に咲かせたければ2月10日から20日頃に取り込むイメージです。置き場所は玄関、サンルーム、暖房していない部屋など。ポイントは昼間に温度が15度を超えないこと。暖房の効いたリビングに入れてしまうと花芽が成長しなかったり開花が早すぎたりします。手順3、早く咲きすぎそうな場合は屋外の軒下など涼しい場所に戻して成長を遅らせます。ただし霜が降りる場所は NG です。手順4、複数の鉢を持っている場合は取り込む時期をずらすことで開花をリレーできます。1つ目は早めに、2つ目は少し遅めに取り込むことで誘引期間を長くキープできます。いよいよ花が咲きました。待ち箱にセットしましょう。ここで絶対に忘れてはいけないのがネットです。なぜネットが必要かというと、ミツバチが花に潜り込んで受粉してしまうと花はフェロモンの放出をやめてしまうんです。ネットで物理的にミツバチが花に触れないようにすれば花が長持ちして誘引期間を長くキープできます。ネットをかぶせたら匂いが通らないのではと思うかもしれませんが大丈夫です。フェロモンは気体なのでネットの網目を通り抜けます。ネット越しでも問題なく蜂が群がりますよ。おすすめは100円ショップの洗濯ネットです。ただし毛布用の網目が大きいタイプは蜂がすり抜けるので NG です。こちらの洗濯ネットは穴の大きさが4ミリ弱で大丈夫かと思ったのですが、ギリギリミツバチが通れてしまい中に入ったミツバチが出られなくなったりしました。購入は避けた方が良いと思います。野菜収穫用のネットも使えます。10枚セットだと1枚200円以下で手に入りますし、ニホンミツバチの強制捕獲の際にも使えるので便利です。かぶせ方は簡単。大きめのネットで鉢ごとすっぽり覆うだけです。花茎を切って切り花にする場合も小さめの洗濯ネットで覆うと良いですよ。設置場所は待ち箱の近く、できるだけ巣門の近くに置きましょう。分蜂が終わった後も禁猟編の管理は続きます。来年もしっかり花を咲かせるために年間の管理ポイントを押さえておきましょう。春5月から6月、花が終わったら花茎を元から切ります。観光性の固形肥料を与えて株を充実させましょう。大きくなった株はこの時期に株分けもできます。株分けの際は1株あたり3バルブ以上残すようにしてください。屋外で管理している場合は基本的に水やりは不要ですが、晴れが続くようなら週に1度ぐらいは水やりしてください。夏7月から8月、成長期です。真夏は葉焼けを避けるために風通しの良い半日陰に置きましょう。寒冷車を使うのも良いですね。水はたっぷり、できれば毎日与えます。秋10月から11月、肥料は控えめにします。もし与えるなら液肥が良いでしょう。春と同様で屋外管理なら水やりは不要ですが、晴れが続く場合は水やりしましょう。冬12月から1月、ここが重要です。花芽を作るためには一定期間の寒さ、10度以下に当てる必要があります。過保護にして最初から室内に入れてしまうと花芽がつきません。初霜が降りる頃までは屋外で育てましょう。
冬の間は肥料を与えません。水やりも2週間に1度程度で十分です。鉢は卵用の縦長タイプを使いましょう。素焼き鉢も良いです。最近流行りのスリット入りの鉢を使う方もいらっしゃるようです。私も今年試してみようかと思います。用土は野菜や花用の培養土は NG です。卵用の水はけの良い用土を使ってください。バークチップ、軽石、日向土などが配合されたシンビジウム用の土がホームセンターで手に入ります。鉢増しの際は一気に大きな鉢に植え替えるのは NG です。鉢が大きくなりすぎると根が吸いきれない水分が溜まって根腐れを起こしやすくなるだけではなく花芽もつきにくくなります。実はこれ私も失敗しまして、こちら同時に購入したアクシデンタルなのですが、右側は大きすぎる鉢に植え替えてしまい不調です。鉢増しの際は元の鉢より1号大きい鉢にとどめましょう。株が6号鉢でも根が詰まってきたら鉢増しではなく株分けして増やしましょう。植え替えの時期は花が終わった後の春が適しています。株分けの際にも株より大きな鉢に植えないように注意します。もし開花調整がうまくいかなかった場合も大丈夫です。市販のマチバコルアーという製品があります。菌両片の有因成分を人工合成した製品で、開封後45日以上効果が持続します。開花時期の調整を気にしなくてよいので、通販で購入して巣箱に取り付けるだけ。非常に手軽です。価格は1個3900円ほど。週末養蜂さんのオンラインショップなどで購入できます。5個セット、10個セットなどのまとめ買いだと1個あたりの価格が安くなりますし、送料も無料になるので、鉢友さんとシェアするのも良いですね。詳しくはブログ記事に購入先のリンクを載せていますので、そちらもチェックしてみてください。さて、ここまで菌両片の魅力をお伝えしてきましたが、マチバコルアーがあるのならそれだけでいいのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。それぞれメリットデメリットがありますので比較してみましょう。まず有因期間。マチバコルアーは開封から45日以上持続するので、分蜂シーズンをほぼ1個でカバーできます。菌両片の花は 2,3 週間でしおれていきます。ネットをかぶせてもルアーほどは持ちません。ただし複数鉢をリレーすれば期間を延ばせます。次に手間。マチバコルアーは栽培不要、買ってつけるだけです。菌両片は夏の遮光や水やり、冬の低温管理、春の開花調整と年間を通じてケアが必要です。暖房の効いていない涼しい屋内スペースが確保できないと開花調整自体が難しくなります。マンションのベランダなど直射日光が強い場所しかない方は夏場の管理が特に難しくなります。そしてコスト。ここが大きなポイントです。例えばマチバコ3台で5年間使う場合を試算すると、マチバコルアーは1個約3900円 ×3 台 ×5 年で約58,500円。一方菌両片は初年度に花芽付き2鉢で約15,000円、肥料・用土が年間2,000円程度、5年合計で約25,000円。なんとルアーの半分以下です。しかも菌両片は株分けで増やしていけるので、長期的にはさらにお得になります。家計を切って使えば鉢数以上のマチバコもカバーできます。よし、菌両片にしようと思ったそこのあなた、まだ飛びつくには早いです。この比較には見落としがちな大きな要素があります。それは自分の作業時間です。マチバコルアーはネットで注文して届いたものを取り付けるだけ。年間の作業時間は30分もかかりません。一方菌両片の栽培には夏の水やり、冬から春の開花調整、
施肥、植え替え、株分け、238の管理で年間少なくても12時間ほどの作業は必要です。仮に時給2000円で換算すると、5年間でルアーの作業コストは約5000円、斤量片は約12万円です。製品コストと合算すると、ルアーが約6万3500円に対して、斤量片は約14万5000円。なんと結果が逆転して、斤量片の方がコスト2倍になってしまうんです。ただしこれはあくまで作業時間をコストとして計算した場合の話。ランの世話が楽しい人にとっては、水やりも開花調整も趣味の時間であってコストではないですよね。逆に仕事が忙しくて植物の世話に時間を割けない方や、旅行や出張で家を空けることが多い方は、ルアーの手軽さが大きなメリットになります。特に夏場は 2,3 日水やりを空けるだけでダメージを受けることがありますから。ではどちらが向いているか。マチバコルアーは今すぐ捕獲したい初心者の方、植物の栽培が苦手な方、涼しい室内スペースが確保できない方に向いています。多数のマチバコにすぐに設置したい方にもルアーが便利です。斤量片は植物を育てるのが好きな方、長期的にコストを抑えたい方、ランの花を楽しみたい方に向いています。夏場に半日陰を確保できて、冬に暖房のない屋内スペースがある方という環境面の条件も大事です。そして実は両方を併用するのが最強です。ただし併用する場合は一つ注意点があります。斤量片とマチバコルアーを同じ巣箱に同時に使っても誘引力が倍になるわけではありません。どちらも集合フェロモンに似た成分で探索蜂を呼ぶ仕組みなので、同じ原理のものを2つ並べても効果は重複するだけなんです。おすすめは分蜂シーズンを通してリレー式に使い分ける方法です。ステップ1、分蜂シーズンの始まりは、まずマチバコルアーを巣箱に設置してシーズン初期の分蜂に備えます。ステップ2、斤量片が開花したらルアーを外して斤量片に切り替えます。外したルアーはジップロックなどで密閉して冷蔵庫に保管しましょう。こうすることで誘引成分の揮発を抑えて効果をある程度キープできます。ステップ3、斤量片の花が終わったら冷蔵庫からルアーを取り出して再設置し、シーズン後半の分蜂をカバーします。こうやってリレーすれば分蜂シーズン全体を途切れなくカバーできます。斤量片の開花時期をぴったり合わせるのは経験を積んでも難しいですし、分蜂の開始時期も年によって変動します。ルアーをバックアップ兼リレーの相棒として手元に用意しておくと安心感がかなり増しますよ。私も併用しています。それではまとめです。本動画ではこのような内容をお話ししました。その中で斤量片で分蜂群を捕獲するために特に重要なポイントは4つです。花芽付きの株を冬のうちに入手すること、温度管理で分蜂時期に合わせて開花を調整すること、開花したら必ずネットをかぶせて花持ちを良くすること、そしてマチバコルアーと上手に組み合わせることです。今回の内容をより詳しく文章で説明したブログ記事もありますので、概要欄からご確認ください。この動画が皆さんの物件へのミツバチの入居率アップに少しでもお役に立てたら幸いです。このチャンネルでは定年後に夢中になれる趣味を探そうをテーマに、ニホンミツバチの飼育や果樹栽培などをご紹介していきます。もしこの解説動画が少しでも参考になったら動画制作の励みになりますので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。
またコメントも気軽にお願いします。すべて返信しています。次の動画ではニホンミツバチがめでたく入居した後の初期対応についてご説明しようかと考えています。ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね。